今日はねほう。愛車で来ましたよここまで免許のない俺がっていうのは嘘で、まあ、免許ないんですけども、モヒカン小川のレザーチャンネル初案件でございます。イエーイ。イエーイわー。今までね、はい結構さ案件じゃねえかいろいろとかって、ぶっちゃけレザーブランドの案件は一切いただいておりません、だけど今回は、はい。川崎さんの協力を得て、まあ新しく出て今人気の目黒、めっちゃかっこいいですねね。そしてダブルお、ダブル、これかっこいい。ねをお借りしたと。はい。じゃあなんでこれでレザーチャンネルなのにバイクかよね、少子違うんだよ。今回は結構ねこの業界バイク乗ってる方も多いじゃないですか。多いですね。多いでしょ、だからそういうバイカーのレザーブランドのはい。代表の方にこのバイクを見せて、あなただったらどういうコーディネートで来ますかという、なるほど。バイカー用のレザーコーデほ聞いちゃおうかなと。う。いいっすね。いいでしょ。でさ、またさクラシカルだから結構合うと思うのよ、確かに。レザーにも。ね、これがさまたレーザーレプリカとか悪くないんだけど、それだとまたちょっと話変わってくるけども、そうですね。ちょっとこういうスタンダードなとかオーセンティックなバイクにあなただったらどういう格好で乗りますかっていうのをちょっと聞いて回っちゃおうかなと。面白そいいでしょ。う。思います。だから俺ね言ったよ、もう今年俺免許取る、バイクの免許取るって決めたので、その予行練習にもなってるわけ。なるほど。ちょっとイメージトレーニングな、はい。ということなんで、今回はね最高のバイク用バイカー向けレザーコーディネートを教えちゃいます。とりあえずね、はい。レザーブランドの代表の方にレザーコーデを教えていただく前に、はい。簡単にバイクの説明だけあ、しちゃおうかなと。いいっすね。ね、まあなんつっても俺免許ねえけどバイクの記事だけはいっぱい書いてきた男です。そうですね。はい。なんで分かりやすい説明しちゃいますよ。これまず目黒 S1 S1。ね、目黒ってさやっぱ国産旧車好きだったら、みんな聞いたことあるんじゃねえかなとそうですね。思うんだけど、まずね1924年、目黒製作所っていうのができます。ね、で1937年に目黒っていうバイクが生まれるんです。ね、でその後ね、その目黒っていうのは目黒製作所は川崎に合併されて、まあ川崎ブランドになるんですけども、やっぱり国産旧車好きとしてはね、やっぱ目黒っていう名前は永遠なわけよ。そうですね。でしょ、お目黒ねっていう風になるわけじゃない、今回川崎からリリースした、ね、されたこのモデル、230cc の単気筒。意外と小さい。意外と小さい。だけど今回これから回るところは原宿界隈、原宿恵比寿とか、あの辺の界隈なんで、都内だったら一番取り回しやすいサイズなんじゃねえかと思うわけよ。確かに。見てよこのクラシカルな感じ。ちょっとここら見て、目黒カタカナです。書体もいいですね。書体もいいの。でさこれさ、このメーターのとこにも目黒って入ってるのよ。ここに見てみて、ほら。おお、いいですね、いいですね、いいですね。いいでしょ。でこういうエンブレムだったりがさ、やっぱりこう、いやこれかっこいいですよね。そう旧車好きがキュンキュンするポイント、なんかすごい、すごいのよ。豪華でこうメッキ系のタンクっていうのもいいでしょ、だからこういうのがまずだから1937年に生まれるわけよ、ね、でその後に川崎ブランドになるんですけども、次こっちねダブル、みんな聞いたことあるんじゃない。これもうダブ1とかダブ3とかさ。そうですね。その系譜です。なるほど。こっちもユニットは一緒 230cc の単気筒なんだけども、ダブルはね、そもそも世界最速を目指してですよ、1965年に生まれるわけ。それも目黒をベースとして多分ね。なるほど。で
世界戦略者としてへ生まれるわけ。うんうんうん。これはこれでかっこいいでしょ。かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。でまあ俺角川映画好きなんですけどもね、彼のオートバイ「彼女の島」っていうね、はい、片岡義雄原作の名作映画がありますよ、はい、まだ南の帝王になる前の竹内力先輩が出てます、はい、すごいいいんですよ。ずっとダブさんかな、ダブさんがずっと出てるわけ。まあその系譜ですよ。なるほど。で瀬戸内海のね、瀬戸内の島をバーッと走る、すごくいい映画なんですよ。だから俺もキュンキュンしたわけ。まあクラシックな形は変わってないですもんね。クラシックな形はもうだからその当時のダブルのまま、なんだけど、まあモディファイされて、すごく乗りやすくなってるという感じなんでね。ちょっとだから今日この2ねバイク、そのレザーブランドの代表が、すいません、今日春一番が吹いてましてですね風が強いという、なんだけど、まあそのレザーブランドの代表たちが、このバイクをねどういう格好で乗るのかっていうのはちょっと俺もすげえ楽しみなんで、ちょっと参考に、多分これ見てる方もバイク乗ってる方多いと思うんでね、革ちゃん好きって結構バイク好きじゃないですか。まあそうですね。なんでちょっと参考にしてもらえたらなと思います。じゃあちょっと1軒目行ってみようか。はい、行きましょう。行きましょう。ルイスレザーズの後藤さんです。こんにちは。お願いします。お願いします。どうですか目黒。そうですね。僕も昔その W650 っていう、川崎のまあそれバーチカルツインなんですけど、乗ってたことがあって、すごいクラシックでいいなと。いいですよね。だって普段から川崎乗ってますもんね。あ、そうですね。まあZ になっちゃうんですけど、4発になっちゃうんですけど、ですよね。だから結構国産も好きです。ちょっとクラシカルだね。そうですね。いやなんか今日だから俺ちょっとね、さっきこう常さん、まあ常さんと呼ばせていただきますけども、常さんと会った時になんか雰囲気違うなと思ったらエポレットがあるのね。そうなんですよ。ちょっとまあエポレットついてたり、このベルトがあったりとか、まあちょっとアメリカンナイズされたような感じの雰囲気もいいかなと思って、やっぱりこうクラシカルなバイクには。そうですね。本来だってルイスってベルトとかエポレットないですもんね。まあブロンクスはついてるんですけど、そうですよね、ディーポケの。これメンフィスっていう、まあギターウルフとコラボしたモデルなんですけど、まあちょっとそのハイウェイマンに合ったモデルで、なんかこうアクションプリーツなんかもついてるんで、まあバイク乗るのにはいいかなと。ちょっとまたがってもらっていいですか。いいですか。はい。失礼します。結構タンクは大きいですよね。結構タンクでかいですね。確かに。230とか。ポジションも。やっぱあとこの目黒ってカタカナの目黒がいいですよね。クラシック。目黒って書いてますもんね。やっぱさすがのやっぱ乗り慣れてるからやっぱ似合いますね。本当ですか。本当です。おべっかじゃないですよ。そんな感じですかね。足つきもすごく良くて、乗りやすいです。サイズが。いいですね。いいですよ。すごい似合ってます。だからあれですね。このなんていうモデルでしたっけ。メンフィス。もう今普通にあるモデルなんですか。普通にありますね。まあ本当にプリーツついてたりとか、ちょっとバイクとかにも乗りやすい、ちょっとアメリカンな感じですよね。ちょっと UK ではありながらっていう感じなんで、ちょっとこういうのでこう目黒乗ってみるのもありなんじゃないかな。いや本当今日はありがとうございました。なんかありがとうございます。ありがとうございます。バックラッシュ代表の片山さんです。お願いします。片山さん普段だって川崎乗りなんですよね。そうですね。今日もZ1R で Z1R 乗ってきました。さすがです。この寒い中ね、ちょっと今日はこのまあ川崎のもうクラシカルな目黒ちょっと見ていただこうと思うんですけど、どうですかこれ。いやかっこいいですね。結構クラシックな感じで、やっぱ気に入ったのはやっぱり短気筒なところが、古い感じと、
いいっすよであとね。乗りやすそうですね、すごい。いややっぱりでもあれですよね、今日のちょっとねスタイルを見るとやっぱり寒い冬にはレザーオンレザーインレザーみたいなでも結構これバックラッシュで出してる。そうですそうです。でちょっと珍しくゆったりめで、はい、中に革ジャンが着れるように、ちょっとゆったりめに作って、なんで革ジャンの上からムートンを着るって結構いいですね。あ、そうですね。いや、あったかそう。はい。で革パンでだとやっぱりこういうバイク、そうですね、冬のバイクでも怖くないと、だからバイクもこういう黒っぽいのが好きなんで、やっぱりちょっと黒いのレザーで、はい、でちょっとアクセントにこういうムートンも、いやーいいですよ。やっぱでもね片山さんと目黒、似合ってますよ。本当ですか。すげえ年齢的に年齢的にじゃないかでもやっぱクラシカルなね、こう、なんていうんだろう、そういうオーセンティックなものとやっぱ合うじゃないですか、こういう格好っていうのは。でちょっと今現代に蘇って、でさらに乗りやすくなってるっていうのはなんかいいんじゃないですかね。結構あれですもんね、国産旧車も結構乗られてて、そのZ1R だったり、あと KZ ですね。いやいいですね。やっぱりだから男川崎みたいなイメージそうなんですよ。ですよね。男川崎。すいません、僕免許持ってないです。いや気持ちは気持ちで、俺気持ちバイカーですから完全に。格好見てもらうと分かる。そうなんで、じゃあちょっとまたがってもらってもいいですか。もしあれだったら。めっちゃ軽いですか。軽い。いやクラッチもがそれは Z1R 乗ってんだもんだって軽い。いいですね。ちょっとじゃあちょっと乗りやすい感じで、もしあれだったらちょっとよいしょ走ってもらったりもいいですか。いや俺本当にだから片山さんぐらいの年になっても革パン履ける大人になりたいからね。いやこの革パンがもう15年ぐらい履いてるんですよ。なんかすげえいい感じのこう色味がね、だからツーリングで履くんで、やっぱちょっと焼けて、革ジャン焼けてますよね。ちょっと退色して茶が出てきてるっていうか、でブーツでもジップがついてるんで、あ、いいですね。ありがとうございます。どうでした？いや、めちゃ乗りやすいですね。いや、軽いし、さすがやっぱり毎日バイク乗ってらっしゃるだけあってすごく乗り慣れてる方、感じでしたけどね。普段乗ってる Z1R とかとはまた全然違う。全然そうですね。乗りやすさはもう全然。だし、やっぱり俺このムートンと革パン俺ちょっとねこれありだなと思った。このコーデ、このレザーコーデで革ジャンの上にムートンでしょ。だってこういう感じで俺結構ありだなと思って、これ結構だから冬のバイカーの方にも参考になるんじゃないかな。そうですね。脱いでもね、こういうそうですよね。普段だからムートンって中に何着る問題あるじゃないですか。T シャツ1枚だと飲み屋に行った時に T シャツ1枚で飲むのかよみたいなだけど下にこういうふうにインナーとして革ジャン着る感じですね。で外はあったかいし、結構軽いんですもんね。そうです、軽いです。スペインのムートンなんで、ちょっと軽めにはなってますね。アメリカの本場のやつは結構ハードですよね。でもすっごい柔らかい。俺これありかもしんね。俺バイク乗らないけど結構ちょっとこれいいなと思っちゃいました。このコーデバイカーだけじゃなくてちょっと参考にしたい。そうですね。だから結構こういう細いカーパンに逆に上がちょっと大きめの感じだとちょっとバランスもそうですね。これででかいとちょっとすごいでも下がヒュッとなってるからでやっぱバイク乗る時も結構バタつきもないし、いや本当最強ですね。最高です。ありがとうございます。いや本当今日はありがとうございました。いやありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。とんでもないです。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当今日はありがとうございました。ありがとうございます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 。ありがと
アツレザーワークスの富山さんです。こんにちは。どうもです。富山さんもね、普段、はい、こうバイク乗られてるじゃないですか。でちょっと今日川崎の目黒、はい、持ってきたんですが、どんな印象ですか？なんかかっこいいですね。なんかこのカタカナ、エンブレム、これね、はい、これやっぱグロこれ可愛いポイントですよね、これ。目引きますね、かなり。でここもね、なるほどっすね。まあ結構これクラシカルなバイクじゃないですか。はい、でそのクラシカルなバイクにやっぱこれぐらい茶芯の出たライダースいいですね。見てこの茶芯。これあれですよね。こういうエイジング加工されたモデルが売ってるんですよね。そうです。最初に茶芯出して、エイジング加工をして、でまあ磨きもかけるんですけど、あとはもう皆さん着込んでいただいて、担任試しなので味を出してもらう感じですね。これで何年ぐらいですか？これで3年です。3年。だからどんどん馴染んでいってる。馴染んでいきますっていう感じっすよね。うわ、やっぱり似合いますね。そうですね。なんかいい感じに。でバイクの丸みもね、タンクの丸みもあったりとかして、でうちのヨークがちょっと丸み与えてるんですよ。本当だ。これ見て。なかなか見ないヨークだからだいたいウエスタンヨークってもっと直線的だし、ワークだとこう直線ねビューってこういう風になるから、こういうのってあんまりこのヨークの形見ないですね。そうですね。やっぱ人が作るものって丸みあるし、まあこういったバイクもタンクが丸みあったりとかするので、丸み少し持たせるのが私好きなので、うちのライターさんこういったヨークだったりとか、まあカービングもね、やってるんでちょっと丸みのあるデザインがあるんで。これさちょっと見てくんない？このキャスケットもここほらカービングね。これだってシルバーかなんかをシルバーの粉をこう入れ込んでっていう感じでよりカービングがこう浮き出るっていう感じだから、そういうちょっとねこう普段パッとこう見たら分かんないんだけど実はすげえみたいなのがちょっとこの粋なね感じが合いますよね。ちょっと乗り心地良さそうですしね。これ 230cc の短気筒。まあだからこの代官山界隈で乗るんだったらいいですよね。バッチリなバッチリな代官山最速ですよね。私のバイクみたいに止まらないでしょうしね。皆さん結構旧車好きなんでねこの界隈の方々は。なんでまあ多分止まる心配は全くない。なんでね快適に乗れるバイクですね。ちょっと一回だけまたがってもらっていいですかね。ちょっと撮ってもらっていい？そうほら合うこの感じいいですね。いいですね。似合いますよ。すっげえ似合ってます。いいですね。2台目とかにもね、本当にちょっとこう街乗りとか、まあでもツーリングもね全然行けるぐらいの排気量ではあるんで、あれですけども、いや本当にね今日はね忙しい中本当ありがとうございます。いえとんでもないです。いやちょっとでもその写真かっこいいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。はいどうもありがとうございます。アトラクションズの西崎さんです。こんにちは。こんにちはです。お願いします。もう普段から西崎さんバイク乗られてるじゃないですか。ちょっと今日持ってきたんですよ。川崎の目黒。やってきましたね。やってきましたよ。どうですか？まあ結構目黒って思い入れも、自分は乗ったことはなかったんですけど、友達とかでも目黒乗ってたり、まあ昔こう目黒ってなんか名前は聞くけど見たことないみたいなバイクで、本当古い日本の映画とかにバイクのシーンで結構出てきて、でまあお店出して最初本当目黒をずっと大事に乗ってるおじさんとかが結構買い物に来てくれたり、あとこうウッドベースやってる先輩でずっと目黒に乗ってる人がいたり、あと名古屋にはロッカーズで目黒に乗ってる友達がいたりとか。ロッカーズで本当ロッカーズの格好で、そうデコレーションしたロカジャン着て目黒乗ってるロッカーズの友達いたり、なんか結構そのいろんなジャンルでみんな目黒乗ってて、でまあちょっと他のバイクともちょっと似てないし、まあ音も独特だし、それが復活したというのはちょっと嬉しいですよね。
いいっすよね。いいっすね。でもあれですよね、はい、これがもう西崎さんのバイカーファッション、バイカースタイルですね。バイカースタイル、はい、もうダブルはもう絶対上までですか？もう普段着る時もダブルは絶対上までです、絶対上までで、まあエンジニアに大体自分は太いパンツをテーパードしてる太いパンツを履くっていうのが、これ面白いですね、このパンツ。もう本当太胸のコーデュロイ。あ、いいかも。本当うどんぐらいある。確かにうどんパンツですね。うどんパンツ。もうでも本当ライダースとかとの相性もいいし。いいですね。はい。だから結構そのライダースをバチッと上までこう上げると、こういうクラシカルなバイク似合うもんね。あ、もう絶対いいっすよね。ちょっとまたがってもらっていいですか？ちょっといいですか？これが川崎目黒。軽いですね。軽い。なんかポジションもいいですね。多分街乗り最強ですよ。230cc。ねえ。いいな。似合いますよ。やっぱりでもダブル上まで締めると、ちょっとかっちりしてかっこいいね。なんかやっぱクラシックな感じしますよね。ですよね。ちょっと開けるとまたちょっとワイルドなっていうか。そうですね。あれですけど。いや、いいっすね、これは。軽いな。これがだからガンガン原宿で見るようになるんですね。もう見てるかもしれないです。もう見てるかもしれないです。このマークを。そう。これが原宿御用達のバイクになるかもしれないから。確かに。確かに。今日もいろんな方々にね、こう話聞いて回ってるから皆さんがもうね、本当にもう目黒乗ってくれたら多分もう原宿御用達になるから。いや、でもみんな絶対嬉しいですよね、目黒の復活って。いや、と思いますよ、やっぱり。目黒っていうだけで多分それぞれにこう思い入れがあるじゃないですか。そうですね。とかなんかキュンとする思いとかね。なんか特別な感じしますよね、日本のバイクとして。ちなみにこれパイオニア？これパイオニアです。うわ、ちょっと見て。やっぱかっこいいですね。まあ予定もバイクでもガンガン履いてるんで、まあこう先もこう薄いんで、こっちブレーキですよ。まあギアチェンジもしやすいんで乗りやすいですよね。確かにね。やっぱりちょっとこのアトラクションズならではのバイクコーデちょっと見せてもらいました。今日本当ありがとうございます。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。ストラムの小原さんです。はい。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、もうなんつっても店の中にバイクを入れてもらえた外寒いからそうですね。落ち着いて、落ち着いてね、ちょっといろいろとこの目黒見ていただきたいんですけども、いいですね。小原さんもだって普段から国産旧車乗りですもんね。そうですね。もう国産大好きバイク乗りなんで。どうですか、その目から見て。いやもう本当ね、先ほども話してたんですけど、ちょうど知り合いのバイク屋が、目黒の S3 のジュニアを、売ってて、いいなーなんてちょうど思ってたところだったんですよ。ね、いいですよね。いいですよ。それが今もう新車で手に入っちゃうっていう。すごいですね。なんかこの辺もね、ちゃんとメッキで。そうなんですよ。なんかこのエンブレムとかもね。エンブレムもね。いいし、でカタカナで目黒っていう風に。本当ですね。こう空冷の短気筒。いいですね。車体も軽そうでこう、楽しく乗れそうですね。ですよね。やっぱりだってこのね、今山手通り沿いなんですけども、そうですね。ここら辺だったらやっぱこうぐらいがね。そうですね。いいですよね。で普段やっぱりバイク乗るときはそういう。そうですね。また決まってますね。これシャツもレザー？そうなんですよ。最近ちょっと流行りで、全身レザーっていうこのもうレザーオンレザーインレザーみたいな。インレザーのブーツもレザーですね。革パンに革シャツに、ライダースでもいいんですけど、やっぱり目黒はちょっとこうクラシカルなクラシックに乗りたいなというので、コートでこれちゃんとね、後ろでこうバイク乗るときにここも止めれるようになってるんですよ。なるほど。そうするとバタつかず。そうです。こう乗るとき用にこう、止めれるようになってる。ちょっと乗馬っぽい感じですよね。だから裏使いなのかなこれ。そうですね。なんでなんか革を全身にこうね、着ててもなんか重い感じしない。そうですね。あんまりハードになりすぎず、革パンがやっぱりこう主張してるんで、ちょっとスウェードで。桑原さんもだってもともと俳優っていうぐらいだけあって、もうその格好してるともうなんか武道館ライブみたいですよ。大丈夫ですか？そうです。ちょっと決めすぎました。いやかっこいいですよ。むちゃくちゃかっこいいと思います。だからこれをグッとこういう風にやってこれ乗ってたら相当目立つと思いますよ。ちゃんとチェーンストラップがついてるので。
いいですね。ちょっとまたがってもらっていいですか。いいですか。ちょっとなんかいいですね。軽い。乗りやすそうですね。そうなんですよ。みんな軽いって言うんですよね。いや軽いでしょ。俺免許ないけど乗り味も何もわからないけども皆さん軽いって言うんですよ。軽いですね。160、70ぐらいですかね。キロぐらい。どんぐらいなのこれ。そんぐらいか。多分200ないんでしょうね。なんでね、やっぱ似合いますよ。本当ですか。すごくその格好。こういうクラシックな感じいいですよね。いいですよね。ちょっと革のそういうコートも裏使いすると重くなんないで、ちょっとバイクに合うっていうのが。そうですね。一応ヘルメットもね、合わせて赤で。マジですか。ちょっとヘルメット見せてもらっていいですか。ちょっとね、これもヴィンテージのヘルメット。これか。こういうの被って乗ったらかっこいいかなと。このね、目黒の。いいかも。赤で。そうです。この目黒のロゴに合わせて。ロゴに合わせて。赤っていうのもね。いいかもしれないですね。いや今回ね、いろんなそのレザーブランドの方に話を聞いてきたんですけどね。皆さんいちいちかっこいいんですよね。本当にさすがやっぱりファッショニスタの方っていうか、やっぱりこういう目黒クラシカルなね、バイク乗る時にレザーをこううまく使ってんなっていう感じがするんですよね。まあね、ライダースももちろんね似合うんでしょうけど、なんかちょっと外して乗りたいなという気がしますね。なるほど。やっぱ外して乗るっていうのも、でも外しのアイテムもだってストラムさんでは結構いろいろ用意してるんですよね。そうですね。ライダースだけじゃなくていろんなアイテムも。さすがにこれだってバーニング台じゃないでしょ。バーニング台じゃない。これ燃やしちゃいます。これマジでバーニングしちゃいますもんね。多分。そうですね。いやかっこいいっす。ありがとうございます。俺ちょっとそのやっぱレザーコートでバイクに乗るっていうのも、なかなか新しい発見かなという。なんかかっこいいっすよね。昔はねやっぱりバイク乗る時みんなコート。そうですよね。コート着てましたからね。なかなか絶対暖かいですもんね。ここまで。でここでこういう風に締められるっていうギミックもあるっていう。首もちゃんと風が入らないようになってるんで。さすがです。もうやっぱりねかっけ。いつもここに来るたびに思う。ありがとうございます。かっけです。ありがとうございます。いや本当ありがとうございます。いえこちらこそありがとうございます。どうもです。天神ワークス代表の高木さんです。こんばんは。おはようございます。お世話になります。お世話になります。どうです。いやかっこいいですね。かっこいいですよね。やっぱりあれですよね。このカラーリング。いわゆる60年代のモノクロ機のバイクを象徴する、このねなんか色合いもちょっとその年代がそうですね彷彿されね。なんかこの一色だけなんですよね出してるのが、だからカラーリングもちゃんとその当時にこだわってて。あれ確か、高木さんって古い川崎車乗ってませんでしたっけ。ちっちゃいやつですけどね、川崎のちょうど目黒から川崎に変わった時代の、に乗ってますけどね。いいですよね。だからすごいですよね。その100周年で。そうなんですよ。100周年なんですよ。101周年か。そうですね。ちょうどね目黒製作所ができてから101周年。確か1924年。ですよね。すごいですよね。日本最高ですもんね。すごいですよ。でちょっと今日の格好俺さこれ見たことないんでこれ新作です。新作。これまた切符。これはブラッシュド切符で。ブラッシュなるほど。ちょっとヌバックっぽく表面加工してっていう感じですよね。この形はこれはいわゆるカップショルダーですね。確かにショルダーがうちではバーシティジャケットっていう風にしてるんですけど、であとは古着ですもんね。そうですね。いいですね。こういう風にラフに乗るのも。そうですね。なんか今回はちょっとこのカップショルダーも合わせて、その60年代のアメリカのスタイル、嬉しい、そういうもうコーディネートも年代考えてくれてるからを一応意識して、そのね目黒のバイク60年代を彷彿させる目黒のバイクに、そのアメリカのスタイルで、その当時の感じで僕は乗りたいなと。ちょっと軽くこう
突っかけるように乗ってみるみたいな。そうですね。ちょっとまたがってもらっていいですか。あ、いいですか。はい、すいません、失礼します、よいしょよいしょ。ほい。あ、いいっすね。いいポジショニングですね。似合ってますよ。なんか、肩肘張ってない感じ。そうですね。のこのファッションと合ってる。そうですね。ライディングポジションがすごく楽です。楽ですか。はい。あ、これはなんか見た目以上に乗るとすごく、しっくりくる大きさですね、これ。ですよね。はい。ですよねって言いたいとこなんですけど、俺乗ったことねえから。免許なんて。なんだけど、乗りやすいと思います。でも本当に似合ってる、バランス的にも。いいですね、このオーバーオールとこの白いオーバーオールのこのちょっとしたメカニック感もあるし。あ、そうですね。はい。これはいいですね。これは人気出てるんでしょうけど、ますますですね。これ結構だって国産旧車も好きですもんね。そうですね。やっぱりこのレトロ感が僕は好きなんで、ヴィンテージも含めてね。やっぱこれ嬉しいですね、このエンブレムの復活ね。これ嬉しいですよね。ここね。これ。なんかもう本当にね、100年近く前にしているデザインとしてはなんか面白いね。なんか時代を感じさせない。そうだから今見ても新しいっていう感じ。だからすごいクラシカルなバイクなんだけど、むちゃくちゃおしゃれに見えますよ。いや、そうですよね。本当に街乗りとしてもちょっとストリートバイクとしてもね、すごくこう完成されてる感じがするし、いろんな格好に合うようなこの汎用性の高さっていうかですね。この目黒のね、このやっぱフォントもカタカナがね、さすが元画家じゃなくて今も画家。これ可愛いっすよね。ポイント。いや本当になんかね、だからそういう今回ね、いろんなレザーブランドの代表の方いろいろ見てきたんですけども、もう各社でもういろんな個性豊かなコーディネート見せてもらって、バチッと決めてる方からちょっと緩くで、やっぱり高木さんみたいにこう古着ミックスのレザーコーデっていうのも結構いいなっていう。あ、本当ですか。ちょっと力の抜けた感じ、ですよね。でもね、すごく汎用性があるっていうか、いろんなねスタイルでありそうですよね。そうなんですよ。そういうちょっとモノクロ時代のにあえて現代のスタイルとミックスするのはすごく。だから逆にこれが色がない分、カラー系のですよね。レザー合わせてもいいかなって。天神ワークさんなんか結構色物のね、色の皮もあるじゃないですか。だからそういうの合わせても結構面白いかなっていうのもありますもんね。だから合わせやすいですよね。逆にね、いやちょっといろいろとね勉強になりました。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。貴重なもの見せていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそです。本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にね、ちょっと今日はねいろいろと見てきましたけども、この目黒ね、もう100年の歴史で、最初に登場したのが1937年かな。相当もう歴史があるんですけども、それが今に蘇ったっていうことでね、ちょっと皆さんにいろいろとレザーコーデ見せていただいて本当にね楽しかったんです。あ、本当ですか。いや大変でしたね、小川さん。いえ、なんかもうすげえ日もくれて、どうしようかなとこんなに時間かかっちゃったんだ今日の動画撮影はみたいな。いや、それほど魅力があるバイクっていうことですよね。うまい。そうなんですよ。いや本当にね、皆さんこれ見ると止まんないのよ。だからカメラが回ってないところでもずっと喋ってるわけ。みんな目黒について。いや、そうですよ。やっぱこのヒストリー、そうわ、これいいな。歴史を背負ってますからね。やっぱそういうの好きじゃないですか。やっぱりね、ヘリテージ系をこういう風にいろいろと今に蘇らせてるレザーブランドの方なんで、やっぱり昔のものっていうのはね、そうですね。やっぱこう愛情がね、思い入れが違いますね。ちょっといろいろとね、今日は勉強になった、そして免許を取ろうと思った一日でした。なんで、今年は取りますよ、俺は。お待ちしてます。なんでね、今日の動画はこの辺でということで、またお会いしましょう。さよなら。